は。お城へようこそ。本日もお城巡りへやってまいりました。今回訪れたお城は、福岡市中央区にある福岡城です。早速ですが問題です。福岡城は、福崎という地に築城されました。この地を築城者である黒田官兵衛は、黒田市ゆかりのある地にちなんで改名し、福岡城となりました。どこの土地の名前にちなみ福岡城となったでしょう。1、大阪。2、岐阜。3、鹿児島。4、岡山。正解は4の岡山でした。黒田市ゆかりの地である備前国郡福岡にちなんで福岡城と名付けられました。福岡城は平山城です。1600年関ヶ原の戦いで徳川家康に味方した黒田長政は筑前に52万石を与えられました。そして父の黒田官兵衛と共に新城を築城しました。7年の歳月を要したようです。福岡は中央を中川が流れています。東は博多区、西は福岡城のある中央区です。博多区は古代から開けた土地であり、鎌倉時代には日宋貿易で栄えた港町でした。中央区は黒田長政の福岡城の築城の際に形成された城下町です。現在の博多の町の原型を作り上げたのは豊臣秀吉でした。戦国末期に九州平定を終えた秀吉は、箱崎宮を本営とし、博多の町割りを行いました。博多商人を招き、連日のように茶会を開いたようです。世話役は滝川勝利、夏川正家、山崎片家、小西行長らが務めました。秀吉死後の1600年、関ヶ原の戦いで石田三成と徳川家康が戦います。徳川につき勝利した黒田長政は、その先行から博多の北に位置する名島城に入城しました。その1年後に、中郡福崎に新城を築城します。名島城は戦には向いていたようですが、城下町が狭かったようです。新城の候補地は複数ありました。住吉、箱崎、荒津、福崎です。どれも博多の周辺です。博多商人の経済力は大きく、資源を得るためには、博多に近いことが築城の際の必須条件でした。福崎の地に決まりました。福崎は古代に航路館のあった場所です。航路館は古代の迎賓館です。入国管理施設として機能し、同時に軍事施設でもありました。黒田長政と黒田官兵衛はこの地に福岡城を築きました。新城の総面積は48万平方メートル。47基の櫓が設けられ、天守台が3つ設けられました。また、石垣は江戸城、大阪城の石積みにも関わった名人、野口佐助和成によるものでした。天守の主要な石材は名島城から運ばれたようです。築城時期、黒田長政は上洛していました。そのため父親である黒田官兵衛が築城を主体的に進めたようです。天守台、本丸、二の丸、三の丸を配す4層構造でした。天守閣の有無は不明です。
副乗者の黒田官兵衛ですが、とても面白い人物です。黒田官兵衛は、秀吉が中国方面軍の司令官を任される頃に織田家に加わりました。以後、秀吉の軍師として活躍します。織田信長が本能寺の変で応死し、秀吉が天下の主導権を握ると、九州征伐を行います。秀吉の九州攻めですが、降伏してきた中国四国の大名の力を使おうと考えていました。毛利輝元、吉川元春、小早川隆景、長宗我部元親、十郷正康などです。時は1586年。秀吉の九州攻めで先制攻撃を仕掛けたのは島津軍でした。肥前筑前に攻め込み、橘城を包囲します。島津軍に攻められていた橘軍と合流した毛利軍が島津を追い返し、島津に落とされた城を取り戻します。1ヶ月後、黒田官兵衛が九州に上陸しました。島津方の武将への寝返り工作を始めます。この時黒田官兵衛は完全に寝返らせてしまうのではなく、後に秀吉が上陸するタイミングに合わせて降伏するように仕向けたようです。1587年、秀吉の弟の豊臣秀長が九州に乗り込みます。九州に上陸した秀長と秀吉はそれぞれ別ルートで攻めることになりました。秀長は豊後から日向を得て薩摩のルート。秀吉は筑後、肥後を得て薩摩のルートです。合わせて18万人の大軍でした。島津方に秋杉種実という人物がいます。島津方の武将ですが、古書三条に本拠地を構えていました。筑前と筑後の境にあります。福岡県です。秋月は兵を分散すれば叶わないと考え、本拠地の古書山に兵を集めました。本拠地に籠城し、島津の後詰めを待つ作戦です。秀吉はこの城をなんと5万の大軍で攻めました。城は1日で落城します。秋杉種実は名物の茶入れと娘を人質に出して降伏します。秋杉の降伏は相当のインパクトを与えたようで、次々と島津方の武将が秀吉に味方しました。黒田官兵衛の調略はここで聞いたようです。黒田官兵衛は秀吉の死後、九州統一の牙を向きます。中央では元御奉行の石田三成と五大老の徳川家康が関ヶ原で衝突しました。黒田家は徳川家康に味方します。黒田家の本軍は息子の黒田長政が率いて関ヶ原へ向かっていました。黒田官兵衛は蓄えてあった金銀をばらまき、浪人を雇います。そしてその兵力を用いて西軍に味方した九州の諸大名の領地を攻め取りました。黒田官兵衛は寄せ集めの軍勢で九州の北半分を抑えました。黒田官兵衛は九州を統一し、関ヶ原の戦いの勝者と決戦を考えていたようです。しかし関ヶ原では石田三成がたった1日で徳川家康に敗れます。敗れた原因は小早川秀秋の裏切りでした。小早川秀秋に西軍を裏切らせ、石田三成の家老の島左近を討ち取ります。関ヶ原の戦いで失敗の功労者となったのは息子の黒田長政でした。この時52万石を与えられ、那島を拠点とします。那島は手間だったので、後に福岡城を築城します。黒田長政は帰郷すると、父の黒田官兵衛に
家康が長政の手を自ら取って功績を褒めたと自慢します。黒田官兵衛はその手はどちらの手であったかと返します。長政は右手でありましたと答えます。黒田官兵衛はその時お前の左手は何をしていたのかと質問したそうです。空いている左手で秀吉の首が取れたのにお前は何をしていたのかという話です。黒田家の関ヶ原の戦いの功績はとても大きかったので、家康から感情が出されています。関ヶ原の戦い一番の功労者として子々孫々まで罪を免除するというお墨付きでした。さらに余談です。黒田長政は亡くなる時に遺言書を残したようです。自分と父は関ヶ原の戦いで天下を取ろうと思えば取れた。さらに父はほぼ九州を支配下に置いており、自分がいなければ徳川家は関ヶ原で勝てたかどうかわからない。徳川家に天下を取らせることが良いことだと思ったためにこの程度で甘んじたのだ。家康公もそのことがよくお分かりだったので、実質的に100万石の領地を与えられ、将軍家の姫君が降下し、子々孫々まで罪を免除されたのだ。と、当時の状況と黒田長政と黒田官兵衛の手柄を宣伝していたというエピソードです。今回のお城巡りの福岡城はこのような状況の中で築城されました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは小倉城です。ぜひご期待ください。